皆さんこんにちは。シンガーソングランナーのすいです。反り腰治んないのかなって思って悩んでませんか？大丈夫です。私自身がこう寝転がった時に手が2枚入るほどの反り腰だったんですけども、コツコツと改善を続けていくとしっかりとですね反り腰が治ってきました。ということで今日反り腰まずね、なんでなっちゃうのかなっていうところなんですけど、大きくねポイント4つあります。まず前ももが硬く縮んでいると骨盤が引っ張られて反り腰になっちゃいます。それと同じように腸腰筋がみぞおちから骨盤あたりにね伸びてるんですけど、ここがねやっぱり縮んでいるとこの状態になってしまいます。そして背中ですね、背中もねキュッと硬く縮んでしまっているとしっかりとこの状態を作れなくなってくるので、やっぱりね反り腰になってしまいます。そしてこの辺がじゃあ全部緩みましたとしたところで、しっかりとこの骨盤をキュッと前に出す力、これがお尻の力になってきます。お尻の筋力も必要になってきます。ここのね4ポイントを改善できる動きをこれからやっていきますので、楽しく笑顔で一緒にやって反り腰改善していきましょう。まずは反り腰かどうかをチェックしていきましょう。寝っ転がります。足はこの状態で手を腰に入れていきます。ここに手が入る方、反り腰ですさあ頑張りましょう。はい、ということで本日は反り腰改善いってみようということで、上体を左右にゆっくりねじるところから始めていきます。こういうね動きがね地味だからねめんどくさいんだけど、やっていくと体って必ず変わるので、今日も一緒にやっていきましょう。はい、テレビ見ながらでもネットフリックス見ながらでもいいですよ。私は最近ね寄生虫見てちょっとハマってしまってね、何本もちょっと見ちゃったんですけど、そういう間にねちょっと5分動かすだけでも体変わってきますんで、一緒に続けていきましょうね。ということであっという間に1つ目終わりました。次の動きはかかととかかとを合わせて骨盤を床に押し付ける動きとなってきます。まだ休憩してていいよ。さあ始まります。40秒頑張ります。ぐーっぐーっと押し付けるときに呼吸は吐く、ふーっとね、呼吸と自分の動きを連動させていきましょう。そうするとねより内側からも体伸びていきますので、沼って言葉をね私意味があんまり分かんないままだったんですけど、沼ってどこまでもハマってくみたいな意味なんですね。こういうストレッチとかにね沼状態でどんどんハマっていろいろやれればいいんですけど、なんででしょうね、こういうのってちょっとめんどくさいなと思って楽なネットフリックスとかにハマっちゃうのは。というところで、2つ目の動きも終わりましたよ。さあ次は前もも伸ばしていきます。この動きは膝が床につかない方もいらっしゃると思うので無理しないでいきましょう。自分のできる範囲。さあまた40秒です。目線は天井を見て、お尻を少し浮かせてね、膝を床にトントンとついていきます。でつく時に呼吸は吐くですね。吐く息でより伸びるって言ってもいいかもしれない。伸びる、今日も伸びる。はい、どうでしょうか。はい、皆さん一緒に、はい、伸びるはい伸びてますでしょうか。そんなこんなでねもう10秒切ってますからね。さあまだまだ伸ばしていきますよ。体と心は連動してますからね。伸びる、はい、信じて。さあ次は肩をなるだけ内側に入れて手を組んでいきます。で骨盤をこのままぐっと上に上げますよ。さあ10秒いってみましょう。ぐぐぐぐぐっとね骨盤上に突き出すようにぐーっと、でお尻がキューッとなる、こんな感じ。今度はねキューです。皆さん、はい、キューで吐く、はい、キューでお尻がグッとね力が入ってヒップアップ効果もあります。かかとで床はしっかり押しましょう。このねかかとで床をしっかり押した瞬間にお尻に力が入る、感じましたか？キューです。今度は、はい、キューで呼吸吐く。あと10秒、あっという間でしょ。これみんなで一緒にやるとねあっという間なんですね。はい、めんどくさくないですね。今日も一緒に頑張ってますよ。自分が偉いと褒めてあげましょう。ということで10秒休憩。さあ早いですね。今度は腸腰筋伸ばしていきます。中を丸めるのがポイントですよ。いってみましょう。ぐーっとねなるだけ背中丸めて、足の裏はぐっと床を踏み込むように上体を後ろに倒すイメージです。ぐーっと背中丸めて
お腹も丸めて、丸々丸々腸腰筋伸びるね。どうですか？みんなの腸腰筋が伸びてます言ってますか？で、この時も呼吸ふーっと吐く息でより丸めていく。で、より伸びる。ね、腸腰筋が伸びてます。はい。皆さん一緒に伸びてます。はい。はい。3、2、1。それでは次は前もものストレッチが入ってきます。さっきもね、少し伸ばしたんですけど、またちょっと違う動きで前もも伸ばしていきましょう。かかとがお尻につかなくても大丈夫。じわーっとね、無理ない範囲でやっていきましょう。膝の位置を後ろにすればするほど前ももが伸びてくれますよ。無理ない範囲で。で、この時もまた呼吸ふーっとね、吐いてリラックスしながら伸ばしていきましょう。呼吸連動させることがとっても大切です。足の裏はグググっと床を踏み込む。顎を引いて。久しぶりに見た寄生虫なんですけど、見たことない方はね、ちょっとググってみてください。かなり前のね、漫画なんですけど、もうなんか現代でも全然色あせない漫画でね、沼ですね。はい、ということで反対の足もやっていきますよ。私世代の方ね、ハマった方多いんじゃないかなと思うんですけど、また見てもね、面白かったわ。はい、それでは反対の足の腸腰筋からいってみましょう。はい、足の裏はぐーっと床を押し付けて、お腹、背中、ぐぐぐぐぐーっと丸めて、腸腰筋が、はい、伸びております。はい、皆さん一緒に伸びるで、ふーで吐く。吐いて、また丸めて、伸びていきます。ふーっとね、これ顔固めないで、もう体固まっちゃうからね、もう笑って笑って笑顔で体柔らかく、呼吸もしっかり続けながら、腸腰筋が伸びる新感覚の方もいるんではないでしょうか。はい、OK ですよ。はい、今度は前もも行ってみましょう。あ、反対の足より伸びたっていう方もいたら、あ、こっちの方が硬かったな、なんて方もいらっしゃるのではないでしょうか。かかとがお尻についてもつかなくても OK。もっと伸ばしたい人は膝を後ろの方にね持ってってみましょう。角度変えていきましょう。骨盤を前に突き出すイメージで。他に好きな漫画といえばね、ジョジョも私はネットフリックスでハマったタイプなんですけど、皆さんはどんな漫画が好きですか？漫画の話になって私のマイブームをちょっとご利用ししてるんですけども、漫画はねちょっとやめられませんね。男性が好きな漫画が結構私好きなのかな。恋愛漫画もね昔はよく読みましたけどね、ちょっと久しぶりに読んでドキドキを思い出そうかな。最近ドキドキしましたか？はい、ということで次はラクダのポーズです。骨盤をぐーっと前にね押し出していきましょう。この時に腰じゃなくて骨盤をぐっとね、恥骨を前にぐーっと、恥骨を上にっていうイメージですね。顎は少し引いていこうかな。骨盤を前に突き出す。胸をぐーっと開いて、心を開いてリラックスです。リラックスして体をほぐしていきます。でもう一つ突き出していきましょう。膝は曲げすぎないで、恥骨を前に前に突き出す。腸腰筋を伸ばすイメージです。この動きが最後の動きになってきますが、もう1セット待ってるからね、じわじわ一緒にやっていきましょう。さあ、3、2、1、1セット目終了。ここで今日は終わり。でももちろん OK なんだけど、できる方はね続けていきますよ。もう1セットでより体変えていきましょう。この動画をクリックしたということはやっぱりね、反り腰に悩んでますよね。腰が重かったり、肩が凝ったり、お尻が垂れ下がっちゃったりとかね、いろいろ反り腰の嫌なことありますよね。私もかなり反り腰ひどかったのでわかります。でも治るんですよ、本当に。こういう動きを少しずつやっていくと。で、やらなくなるとやっぱりちょっと戻ってきちゃったりするので、定期的にねやっていきたいですね。で、初めのうちが一番変わりづらいので、ちょっと長めにねやれるといいかなっていうところで今日ねロングバージョンでやっています。さあ次の動き移っていきます。前もも伸ばし。三日坊主になっちゃうんだよねってね、続かないんだよって方わかります。大丈夫。三日坊主でまた3日4日忘れてまたやるのでも大丈夫。もうね、
自分をめちゃくちゃ褒めてあげてください。今日も今ね、私頑張ってる、俺頑張ってる、やってるわ、偉いわっていうね、自分に酔っちゃってください。頑張ってる自分に酔ってくださいね。頑張った日はたくさん褒めてあげて、やらなかった日はやらなかった日ということでね、次頑張ろうみたいな感じで大丈夫なので、私たちはさ、自分を責めちゃうのよ。真面目でいい人こそ自分責めちゃうから大丈夫です。やってもやんなくてもいいんだけど、やった方がいいっていう、それだけだからっていうところで続けていきますよ。さあ今度は肩を内側にグッと入れて、手を拳作って骨盤ぐーっと上に上げていきます。橋のポーズ、節バンダアーサナというヨガのポーズですね。足の裏ぐーっと床押し付けていきますよ。反り腰改善だけじゃなくって、ハムストリングス、お尻を鍛えることもできるし、巻き肩の改善にもなります。一石何鳥？はい、数えてみてください。いろんな腸がありますねっていうところで、この動きやっていきましょうね。今日いろいろ紹介してるけど、もう毎回動画見なくてもいいので覚えてね、この動き好きだなーっていうのをね、覚えてくれたらいいかななんて思っています。さあ次は腸腰筋と前もものねセット連ですね。いきましょう。もうちょっとだから、もうちょっとで終わるからね、一緒にやっていきますよ。2回目はね、さっきよりも伸びるんじゃないかな。お、さっきより伸びると思った？さあ思い出しましたか？伸びる、ふーで吐く。呼吸と連動させますね。こうやって少しずつ努力続けていくと体が変わってくるし、こう頑張った自分を褒めてあげると、もう一回頑張ろう、またやってみようかなってね思えますよね。体が変わるのも大事ですが、心もね前向きになって自己肯定感ってやつ爆上がりしますよね。こういうの頑張った後ってね。私も昔自己肯定感結構低いタイプだったんですけど、トレーニングが書いてくれましたというところで、前ももストレッチの巻きグググググ、まだ大丈夫よ、まだ休んでて。はい、こっから40秒ですよ。 OK、 始めましょう。じわじわじわ、前さっきはかかとつかなかったのに今度はついたわよなんて方もいるのかな。こうやってねちょっと長い時間伸ばすっていうのね大事なんですよね。でも短くてもやらないよりはマシだから、そんな感じでいきましょう。やったらよりいいけど、やんないよりはマシぐらいでね。じゃあ今日は 1,2 種類で終わるって日があっても全然 OK です。今日はでもみんなここまでついてきてるあなた、偉いわ偉いわ、日本一。はい、ということであと3秒ですよ。あっという間でしょ。はい、じゃあ反対の足の腸腰筋、足の裏はグググッと床を押す、背中グググッと丸める、お腹丸める。普段ねこう背中丸めちゃダメって言われるんだけど、ちょっとこの時はね丸めます。丸めると腸腰筋がより伸びますので、この時は丸めます。ふー、呼吸吐いて腸腰筋伸びるで、ふーです。OK。で不思議とねこうやってストレッチやりだすとさ、もうあっちもやりたいこっちもやりたいってなってきて、この後皆さんもう一個ぐらいなんか押しちゃってるかもしれないね。はい、トレーニングにストレッチにいろいろありますからね、いろいろ一緒にやっていきましょう。はい、さあ前ももです。知らない間に硬くなっちゃう前もも、なんででしょうというところで準備していきますよ。さあここからしっかり呼吸連動させて伸ばしていきます。このチャンネル歌ランチャンネルっていうので、私普段歌ったり走ったりする活動をしてるんですけど、前ももが硬いとねなかなかうまく走れないんですよ。だからランナーさんでも見てくれてる方多いと思うんですけど、ぜひねこの前ももストレッチ覚えてください。走る前はねこうやって静的ストレッチでギューって伸ばすよりはちょっと動かしていく方がいいかな。この動きね何気に体幹使ってるんですよね。1回目はぐらついたけど2回目はぐらつかないって、そんな方もいるのではないでしょうか。さああと3秒です。2、1、もう終わるよ。ラスト1つの動きだよ。ここまで来たら一緒に最後まで駆け抜けていきましょう。はい、骨盤をぐっと前に出す準備、ゆっくりゆっくりね腰痛めないようにしていきましょうね。ラクダのポーズ、顎は少し引いて
骨盤をグググッと前に出していきます。お尻がキューッとね、キュッとキュッとお尻同士が寄っていきます。お尻が寄ってキュッとね、ヒップアップ。夏ももうすぐ一緒に頑張ろう。はい、筋トレが苦手すぎて嫌って方はね、こういうストレッチから入って少しずつね、体慣らしていくのもいいんじゃないでしょうか。なんかね、無理するとなかなか続かないから、好きなやつ、これが合うっていうのをね、なんか 1,2 個見つけるとね、いいですよね。はい、ということで本日のエクササイズ終了。お疲れ様でした。お疲れ様でした。それではね、最後にちょっと寝そべってみましょう。ここの空間どうでしょうか。強まりましたか。手がもう入らない状態になりましたか。コツコツ続けてれば体は必ず答えてくれるので、一緒に毎日コツコツ続けていきましょう。めんどくさい日は半分でもいいし4分の1でもいいので続けていきましょう。それではまたうたらんチャンネルで反り腰を改善させていきましょう。またねー。